はい、こちら、さっきのものより、日数が経っている方のアスパラの畑に来ましたけど、こっちがさっきと同じ品種のはい2年目ですね。2年目、はでい、もう今年で終わりなるほど、もうおしまいなんで、おしまいこう片付けてしまうということですで、ね。さっき向こうでお話ししたように、はい、アスパラを放置しておくとこうやって伸びていくんですね。こうやってそうですね、これがそうですビーってね。はい、で、要はもう自分が収穫するのが飽きちゃって、はい、もう放置してこうなって、はい、次にこうなるんですよ。はい、でその次にこうなって、もうこう葉っぱがいっぱい出てくる葉っぱがいっぱい出てくるんですね。だけども、うちは、もうアスパラが終わっちゃったら次これを売るんですね。これをこの伸びてきた葉っぱとアスパラの中間の状態ですね。はい、この脇芽みたいなやつ、はい、この脇芽の部分だけを折って、折って入れると、手間がかかるからこの辺から折っちゃなるほど。う。でこれが売るじゃないですか。はい、こうして今度はこういう葉っぱが来るじゃないですか。はい、で今度この葉っぱで売るでしょこの葉っぱは今もう時間が経ったものは深緑ですけど、う、これはもう NG。 NG、この、この黄緑若い黄緑のものが食べれるんですね。で食べてびっくりと。食べてびっくり。これじゃあぜひかじってみてもいいですか。あ、いいですよ。ちょっとこの辺をプチッと。いいですか。アスパラの味の後に少し苦味というか少し青臭い風味がついてきますね。1年目の株は、もうさっきの株は、だいたい夏が終わる頃にもうアスパラがこのぐらい太いのが出てきて、でそれとともにこれも出てきて、でこの葉っぱも出てくるんですよ。で全部収穫して、それをまとめて、例えば簡単に言うとオリーブオイルでソテーするじゃないですか。もうアスパラだけの、一品ができるわけですよ。要はアスパラの、もう初めから終わりまでね、もう全て一皿にできるんだけど、特にこの葉っぱに関しては、ちょっとカリカリに加熱するとトウモロコシのひげの味みたいにして甘くなって、すごい美味しいですよ。これもちょっとかじってみてもいいですか。この部分は本当にアスパラですけど、その食感っていうのがやっぱり太いアスパラと違うので、これもさっきのインゲンみたいになんかこうちょっと束になったらまた違う食感で楽しめそうですね。で今ここ食べたじゃないですか、うちはここから出荷するじゃないですか、だからここはもうないからこの株は NG です。なるほどですね。すいません、先っぽだけ食べさせていただいちゃって。これ本当に今までの武井さんのところの他の野菜もそうですけど、普通の出荷の姿とは全然違う形で、価値を見出しているということですね。だからこれもそうですけど、さっきから言ってるようにやっぱりストーリーが生まれる、その提供価値の部分を商品としているということですね。大丈夫ですかこの2人聞いて、君こっちでしょ。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。